だ。あ、なんかあれ、あの奥の、やばいちょっと待って、やばい。わあ、すごい素敵じゃん。現在の京都のこのもう空間がめちゃくちゃ好きだな。ここもすっごい可愛い。このさ、オープン、めちゃくちゃ素敵です。山椒焼きって美味しそう。うん。わらびちすごい。やばいよね。皆さんこんにちは、マリコです。今回の旅 Vlog は先日夫と2人で訪れた京都旅行の動画になります。今回は無印良品さんより無地ベース京都清水への内覧兼試泊会に招待いただいたので、そちらの様子も合わせてご紹介をさせていただきます。動画を通して皆さんも一緒に京都の街の様子など楽しんでいただけたら嬉しいです。それではスタート。はい、おはようございます。現在11時になりました。私たちは今京都駅に着きました。今日からですね、2泊3日の京都旅を、していこうと思います。天気がいいですね、今日は。はい。なんか曇り雨の予報もあったんですけど、今のところね、天気いい感じです。で、今日はですね、ちょっと1泊目と2日目、宿とかも違いますし、いろいろとちょっと回っていきたいところもあるんで、楽しんでいきましょう。まずは、お昼ご飯ちょっと食べに行きましょう。それでは、行ってきます。こっちか。地下鉄烏丸線に乗りたい。あった、地下鉄乗り換え、あれだ。外国の方多いね。うん。どこだどこだ。あった、これだ。地下鉄京都駅行きましょう。これでなんていう駅まで行くんだっけ。烏丸どこだ。大池。あ、これだ。3つ目だ。3つ目だ、あれ。烏丸大池。烏丸じゃないの。烏丸、あ、じゃあ烏丸線なんだ。そもそも間違えてた。ちょっと読み方間違えてました。烏丸線だった。ここに。綺麗な通り。あ、鴨川があって、この二条城までの通りが全部ここに書いてあるんだけど、すごいね。すごいね。そう、応仁の乱でさ、町がね焼けたりしちゃったけど、またこう作り直されてできたんだね。かっこいいな。お腹空いてきた。あなたは空いてますか。あ、なんかここも、あ、ここだ。ここだ。ここだ。今素敵なご飯屋さんがあると思ったらここでした。盆栽1877。どれにしよう。いっぱいあるよ。好きそう。ハンバーグ、ステーキランチ。
しそう。ポワレだって。こんなにいっぱいメニューあったわ。開いたら。そうそう。で、釜焼きのピザがあるんだよね。美味しそう。失礼します。わあ、素敵。わあ。こちらのお店ですね、私たちが座らせていただいた1階席とあと2階席があって、2階席結構すごく素敵な空間なんですけど、今回ちょっと早い時間なんですけどまだ満席のようで、ちょっと2階席には座れなかったので、こんな感じで1階の奥にある中庭を映させていただいております。わあ、すごい素敵。あ、ここにもなんか多分予約の方のお席なのかな、ある。わあ、いいな。あ、すごい一気に大きくなった。こういうの見てるの楽しいよね。あ、入れる入れる。そうね、美味しい。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい。美味しそう。もうね、2人とも同じの注文しました。で、夫はライスで、私はパンですね。いただきます。バジルじゃない。バジルじゃなかった。バジルはピザの香りだ。ほうれん草だ。ほうれん草のリコッタチーズって書いてあった。ほうれん草のリコッタチーズだった。美味しい。ほうれん草となんかほうれん草のその野菜の感じがチーズでクリーミーになってる。人参が甘い。はい、今最後のね、取っといたというか、一番最後にさつまいも食べようと思ったんですけど、食べたらさつまいももめっちゃ美味しい。ちょっと私これ一番今日びっくりした。鶏も美味しい、鶏肉も美味しいんだけど、ちょっとだからやっぱさ、想像を超えてくるものって美味しいよね。すっごい甘くない？甘かった。さっき人参も美味しかったの。さつまいももこれいくか。びっくりした。美味しいなこれ。美味しかった、美味しかった。はい、ご飯食べ終わりました。鶏肉美味しかったね。で、これからですね、ちょっとホテルに向かう前にちょっと時間があるのでカフェに行きましょう。コーヒー飲みましょう。はい。もうね、緑があるこの道すごい好きだわ。めっちゃいいね。お腹いっぱい。じゃあゆっくりしましょう。はい。来ました。あ、後ろから乗るパターンなんだね。どうやって乗るんだろう。
待って、これ今バスでここ通ってきたんですけど、すごいね。もう景色がちょっと奥の方が曇っちゃってますけど、すごいなんか京都って感じの景色。なんかあれ、怖い急にちょっと待って聞こえますか皆さん、さあこれからっていう時に大きな雷が鳴っておりますねえ、なんでこうなるんだろうめちゃくちゃ大きな雷聞こえました。これ雨降るのかな。すごい今すごく綺麗なところに来たんですよ。橋なんて言うんだろうな。ちょっと一瞬橋の方に行ってもいいかな。これ鴨川です。鴨川見れますか皆さん。鴨川に着いた途端に雷が鳴りましたすごい綺麗なんですよここ。わー、いい景色。なんでこんな急に天気悪くなったんだろうだってさっきまでさ、あっちの山見えてたじゃん。これだ、これ今このね、この雨雲が雷。怖い、行こうで、こっちもすごいいい景色雷以外は。うわ、ほんと、うわー、待ってあの奥の、やばいちょっと待って、やばいめっちゃ綺麗だね。これ見えますか。わかんない、なんか紅葉みたいになってる、見えるかな皆さんに。すごい綺麗だね。めっちゃ綺麗。この道めっちゃいいじゃん。めっちゃ綺麗。これ映るかな。この通りいいね。まっすぐ続くの、ここが。あれ、なんか先お寺になってんのかな。なんだろう。あれが八坂神社なんだ。はい、もうこの道ずっと、これ今四条通りっていう道だったみたいなんですけど、大興奮でして私。で、八坂神社のところまでまっすぐ行ったら信号をこう渡って八坂神社沿いに歩いてカフェに向かうらしいんですね。うちの夫のナビ的には最高じゃないですか。最高です、この道本当にめっちゃいいですただちょっと天気だけが雨降らないでほしいね。でもまだ明るくなってきたね、またね。そうだね、天気が持つことを祈りましょう。見えてきた、やばいここやばくないちょっと来るでしょ。うわー、このさ、新緑の黄緑と朱色、あと今あれだね、ツツジも咲いてるじゃん。すごいこの配色のバランスとか、もうとにかく素敵。わー、今からね、ここの信号をこっち側に渡るんですよ。どうなると思いますか。八坂神社が見えながら渡れるってことです。すごいです。こっちだったそうです。渡らないみたい渡らないんかい渡ります。信号は渡らないわ。こっちからこうらしいです。前の信号じゃなくて、信号を渡った後に八坂神社をこう見るっていう感じですね。わー、素敵。明日来ようよ。また明日お会いしましょう、八坂神社ね。わー、かっこいい。はい、怪しかった雲行きがついに雨が降り出しました結構大粒かも。あと何分くらいだろう。小左。あと何分くらいで着きます。あと1分ぐらい。あと1分。やった。ちょうど雨が降ってる間、じゃあお茶できますね。結構降ってんなでもあんなにねゴロゴロしてたから、すぐはね雨降らなかったんでよかったです。少
少しお茶しましょう。わ、この道も素敵。もうちょっとかな。あ、ここだね、ここだ。お店ありました。ここですね。よかった。よいしょ。ここが入り口でいいのかな。あ、素敵。なんかね、2階に畳のお席があるって。そう、行ってみようよ。え、畳で、あ、畳だ。確かに。うわ、すごい。畳、そうね。ここに。うわ、すごい素敵じゃん。いいね。ここ座らせてもらおうか。これって椅子？そう、椅子、畳の椅子。では、アイスのカフェラテと、はい、アイス抹茶ラテの飲酒が。はい、はい。はい、こちらですね、富山で富山旅行の時に来たスウェイコーヒーロースターさんっていうカフェで、今私注文してきたら、でお話しさせていただいて、少し店員の方とで、ここは3月って言ったかなにできたばっかりの関西初出店なんですって。で、あと金沢は前に調べた時にあったのね。そう富山に行った時に調べたら金沢の店舗だけあったんですけど、関西にまずここができて、あと長野の善光寺の参道にもあるっておっしゃってたし、あと岐阜高山、とかにもあるって。コーヒーがね美味しかったからすごい覚えてたの。嬉しいね、まさか来れると思わなかった。イエーイ、楽しみです。コーヒーが美味しかったのに、私はちょっと京都ならではの抹茶ラテにしちゃったんですけど、これねカフェラテ美味しかったの。富山で飲んで、飲みましょう。いただきます。乾杯。美味しい。これね、ノンシュガーとインシュガーみたいなのがあったんですけど、ちょっとインにしちゃった甘いの飲みたくて、美味しい。ちょっとカフェラテもください、いいですか。じゃあ俺もこっちもどうぞ。あ、やっぱ美味しいよ。ここのカフェラテ好きなんだよな、私。美味しいね。違う場所でも飲もうよ、また。どっか旅行行った時にね、あるって聞いたんで、そういう場所に行きましょう、また。よろしくお願いしますね。はい、現在の京都の、気象情報、こういう感じになってます。ご覧いただけますか。雷がすごいんですけど、これから来る感じかな。今ももう雷すごいよね。そうだね。向かってます。はい、美味しいお茶できたんですけど、お分かりいただけますか。雨が結構降ってまいりました。雷が先ほどからすごくてですね、はい、これからですね宿の方のチェックインをしに行こうと思うんですけど、本日の宿はですね、無印良品さんの、京都清水というところに新しくできるホテルの方に宿泊をさせていただきます。無印さんのホテル泊まったことないよね、今までね。なんですけど、なのでちょっと初めてなんで、かなりね楽しみです。
ですが、ここから9分ぐらい雨の中を結構雨降ってますね今。だから弱まるかなと思って弱まったんだよね1回ね。なんですけどまた今強くなってますでもすごいやっぱ雨でも綺麗、京都は。ちょっと濡れながら向かっていきたいと思います。我々傘がございませんのではい行ってきたいと思います。あ、すごいよほらでも綺麗だ道が。雰囲気のあるお店がね並んでるねここは。すごいすごい状態で来た。到着しましたね。入れさせていただきましょう。で入り口の方にもう入れてくださいって。ちょっと今確認します。あ、はい、そうです。はい、ありがとうございます。順番にご案内いたしますので、はい、こちらの方ありでお待ちください。がとうございます。あ、こんにちは。ちょっと雨がすごくて。すごい素敵。柄が違う。あ、すごい。うわー、ありがとうございます。では202号室のファミリータイプを撮影させていただきます。すごいんですよねこのお部屋。なんと最大2家族で泊まれるように、ベッドルームがね2つあるんですよね。でちょっと上に上がらせてもらおうかな。こっちにわー広いね。すごいここねえ。ベッドが2つとあとみんなでそうここ掘りごたつなの。あとこのさ塔の椅子すごい素敵じゃない。このもう空間がめちゃくちゃ好きだな和のね、で朝畳って言ってたよねこの。すごい畳マニアにはマニアっていうほどじゃないな畳が好きな私は。そしてですねこっちにもお部屋があってここでも寝ることができるので2家族とかでね、来てもいいし、もう2人で来て喧嘩した時はもう別々ねって言って寝れますあとはここにこんな感じでシンクもあって、これでも各部屋共通って言ってたけどこんな感じでね、このもうね備品の 90% が無印さんって言ってたんだよね、すごいねこれ。お皿とかが揃ってるんだよね、これすごくない？お皿とか箸とかほらコップもやっぱそうか人数があるからね、でもさコップはよくあるけどお皿って珍しくない？こんだけのお皿があるのって、その普通のホテルになかなか。でここに水切りかごが入ってるんだ。でそれを多分このシンクに置いて洗えますよってことなんだね。これなんだろう。これシンクでしたここはすごいゴミ箱が見えないようになってる。へでケトルとポットもあるし、で電子レンジもあるんだよね。で後でちょっとお見せしますけど、1階に売店というか商品置いてるとこがあって、レトルトのねカレーとかを買ってきてここで作ってさっきのお皿で食べてっていうこともできるそうです。で普通にこのめちゃくちゃお家にあるサイズの大きい冷蔵庫がね備わってるんだよね。すごい。でこちらがクローゼットも広いです。これと同じのがこの隣にもあるんだよね。こっち側も同じ仕様になってます。で最後このバスルームがこれ喧嘩にならないようにシンクが2つ、すごいよね。2人で泊まってもさ1人ずつ使えちゃうっていう。でこちらがおトイレでこっちがバスルーム。
じですね。すごい。ここは203号室のお部屋で、このお部屋もねすっごい可愛いんだよね。ここもすっごい可愛い。このさ、私小さい頃2段ベッドが夢だったんだけど、まさかこれができるなんてと思って、すごく素敵だよね。なんかさ、起きてるみたいな、上から下に起きてるみたいな感じのことができる2段のベッドと、あとここにねちょっとしたベッドあるから最大3人まで泊まれるっていう風におっしゃってました。あとちょっとゆっくりスペースと、このカウンターにも椅子があるので、ここでご飯食べてもいいし、お仕事とかもできるし、さっきと同じようにこうお皿とかもねこのお部屋置いてあるみたいです。で、このお部屋はバスタブがないお部屋って言ってたよね。なので、お手洗いとこんな感じのバス洗面のスペースと、あとはこんな感じで浴室、バスタブなしの浴室があるみたいです。502です。それでは私たちのお部屋に入っていきましょう。オープン。わ、はい。そしてですね、今回私たちが、宿泊させていただくお部屋がちょっとこちらですね。はい。バスタブ付きのお部屋になっております。ツインルームなんですけれども、シングルベッドが2つ、こちらにベッドが2つですね。で、さらにこっちにちょっとゴロンできるようなベッドもあります。だから3人までね、宿泊することができて、でさらに、テーブルもあるので、今回各お部屋に今回というかこのね、無地さんの全部そうだよね、ホテルにお皿がついてるから、こういう感じでシンクで洗い物とかもできるし、こんな感じでお皿を使ってですね、下にある売店ですとかで、おいしょ、あいじゃん、はい、こんな感じですね。お皿を使ってレトルトのカレーなんかも食べることができますし、ここでお仕事することもできます。で、あれだよね、アロマもお試しでできるようになってて、これね、このねアートは清水をイメージしてもらったんだよねって言ってた。で、あとそうだバスタブがその前にですね、電子レンジも部屋にありますし、大きめの冷蔵庫もございます。お家だよね、本当に、本当にそう。で、ちょっと入り口にあったんですけど、パジャマというかルームウェアというかパジャマというか、はい、ありまして、ハンガーもしっかり6本ございます。そしてですね、はい、こちら、バスタブ付きのお部屋になってますんで、お手洗いと正面に洗面台、それからこちらがバスルームですね。すごい深くて大きいよね、このバスルーム。浴槽がすごいな。で、アメニティももちろん無印良品だそうです。素晴らしい。こんな感じで
バスソルトあるの嬉しいな。いろいろね入っております。はい、ドライヤーマター。はい。で最後のこちらのお部屋の私たちのお部屋ですね。なんと今回眺望がよろしくございまして開けさせていただきます。見てください。真正面にちょっとピントが合いませんね。合いました。山なんですけど山だけじゃございませんよね、はい、こちらちょっと視点をずらしていただきますとじゃーん、こちらですね、八坂の塔が見れるお部屋となっております。すごい贅沢。いや本当にこれさっきねお話を聞きながらお部屋案内してもらったんですけど見た時鳥肌だったよねちょっとね、わーっとか言って素敵なお部屋に泊まらせていただきます。ありがとうございます。天気もね良くなってよかったね。ではちょっとゆっくりして街に行きましょう。はい。ゆっくりする前にご紹介し忘れているものがございました。こちら無印良品のウェルカムボックスでございます。片手では開けられないのですいませんが、開けていただいてよろしいでしょうか。この中にですね、そうか、それを取らなきゃ開かなかったのかな。お楽しみボックスみたいにめっちゃいただくだ。当たったじゃん。すごい。なんかですね、こんな感じでお部屋にはマイボトルみたいなお水の入れる容器だったり、あとはお菓子、無印のお菓子ですね。下にね展示してあったんだよね、この辺りが全部入ってます。すごい夢のボックスで、こちらのオリジナルエコバッグが全部で柄が9種類あるって言ってたんですよ。で1階のフロントにねいろんな柄があって、どれだろうねって夫と予想してたら夫がいただくじゃないって言ってた。本当にいただくだったね。かわいい。じゃあちょっと早速使いましょう。まずゴロンだね。では、まずゴロンします。それでは2階には、ユーティリティルーム言えないユーティリティルームっていうのがありまして、でお部屋に置いてあるボトルを持ってきて、ここでお水を給水することができるんですね。であとは、氷もここで出ます。とあとは、有料でこの乾燥機と洗濯機も使えるみたいです。なんかねこれ洗剤と柔軟剤を使わない洗濯機って言っておりました。あとは部屋にも置いてあるけど、一応ここに電子レンジもあります。ですごいラップとかも完備されてるんだ。すごいな。はい、お水に入れていきます。こんな感じで冷たいね。冷たい？冷たい。いいね。行きましょう。はい。はい、今ですね夕方の4時半くらいかな今、ね、4時半くらいになりました。チェックインをしてお部屋で少しゆっくりして、これからですねちょっと街をブラッとして、そこからお昼じゃない夕飯を食べに行くんですけど、その前にねブラッと街をしたいんですけど、今ね無印さんのホテルに置いてあったこのマップを見ながらちょっと路地古道巡りをしていこうかなと思っております。なんかこっちの清水寺じゃない方なのかな、これはちょっとね路地裏みたいなところをのんびり散歩しながら歩いてこうみたいな、道をもう書いてくださってて、建物もねなんかこう雰囲気があるのが残ってたりするんで、ちょっとブラブラしていきたいと思います。天気が良くなりました雨は何だったんだろうかでもさ、なんかさ清水寺だから、なんだっけ、水の神様って言ったっけ、がなんか歓迎をするときに、なんか急な雨を降らせるみたいなことを
無印さんおっしゃってたよね。でしたね。だから急激な雨はそうなんか私たちのチェックインの時にすごかったんだよね、雨が。だから歓迎の証かもしれませんっていうポジティブなことをおっしゃってくださってさありがたいです。なので今は天気が良くなってます。ちょっと夕方の京都の街を歩いていきましょう。こんな感じで地図をね用意してくださってるんでちょっと見ていきましょう。わあすごいね。建物がすごい。わあここもここ素敵じゃんねえ。結構広いねお店も。カフェもあると思ったらこれご飯も食べれそう。めちゃくちゃいい感じの銭湯だ。サウナって書いてある。サウナもあるんだね。わあ建物が素敵。もうなんか一軒一軒がすごいじゃん。この道もいいね。もうお豆腐屋さん終わっちゃってるわ。なんか出来たてのお豆腐がさ買えるみたいな。4時までだったんだね。こういうところのお豆腐美味しいんだろうな。はい、今この地図を頼りに歩いてたんですけどすごくいいですねこの道。なんていう道なんだろう。両脇にねこういう和の感じがあってめちゃくちゃ素敵です。わあなんか夕方にこういうとこ歩くのすごくよくない？わあ京都いい松原橋っていう橋なんだここがね。わあ見えた鴨川。さっきはめちゃくちゃ雷雨が鳴り響いてた。おおね渡ってみたい。すごい。いきますよ。3、2、1。わー素敵。奥に山も見える。すごいじゃん。いいね。なんか下の道も歩きたいね。ああいうとこ歩けんだ。鴨川って。でも橋の上から見るのが綺麗なのかな。そうじゃない。わーすごい素敵。これさ絶対夜綺麗やん。ほんとすごいいいね。めっちゃいいな。ちょっと歩いてみますここ。わー天気になってよかったね。はい今鴨川のところまで来たんですけどめっちゃいい景色。ここすごい綺麗。いい時間に来たね。なんか夕方の今5時過ぎになったんですけどすごいね。山も綺麗に見えるし、とってもいい時間で多分夜もね、きっと綺麗なんだと思います。全然清水の方から歩いてこれちゃうねこの辺まで。もうちょっと散歩してみようか。夜ご飯食べに行くまで。気持ちいい最高せっかくなんでちょっと川の方にね降りれる道があったんでちょっとやってきました。これあれかな、レンタル自転車かなね。レンタル自転車もいいね。この道
水の流れる音がいい音だね。このね、鴨川にこのロープがこうやって張られてるんですよ。こんな感じで。で、これ何かなと思ったら、このカワウ被害対策って言って、この鴨川の小魚が鳥に食べられないように守るためのロープなんですって。へえ。鮎釣りの解禁が5月31だから、それまでは守ってるみたいです。へえ、そうなんだ。なんかこの通りいい雰囲気だね。いっぱい飲食店があるんだ。わあ、かわいい。ねえ、素敵だね。お、この辺ですか。どこだ。あ、あれだ。あった。今日はこちらの太郎屋さんっていうところでおばんざいを食べたくてですね、予約をさせていただきました。わあ、本日の一品ということで。あ、そっか。本日の一品かいな、これ。ねえ、うわ、カンパチのお刺身食べたいな。食ちょっと待って、ここで富山白エビじゃなくて白エビだっけの天ぷらもあるし、うわー、いろいろ美味しそうだよ。豆ご飯、サワラの西京漬けもいいしさ、カンパチかま塩だって。で、それ以外にもこちらのメニューがございます。で、お料理はこんな感じですね。おばんざいのお惣菜っていうのかな。カウンターのお一人様限定で5種類の盛り合わせができるんだって。すごいね。こっちにさ、地鶏の唐揚げで結構ソース選べるの美味しそうじゃない。あ、山椒焼きって美味しそう。今かぶったね、声が。すごい、結構メニューあるよ。ほら。ニシンとナスの炊いたんと、肉じゃがと水ナスのどぶ漬けって言ってましたね。私は梅酒にしました。店員さんに炊いたん聞いたら、お出汁で煮たものを教えていただきました。ちょっとナスがすごいね。ナスが2種類になっちゃった。これが炊いたん？これ炊いたん。これ炊いたん。いただきます。私ナスのどぶ漬けからどぼ漬けでした。ナスのどぼ漬けで、一応お醤油もいただきましたけど、これだけでも味ついてるって言ってたけど、どうかな。美味しい。じゃあ私つけなくてもいいかも。炊いたんからいこうかな。はい。もう大好き、こういうの。美味しい。どうですか。初炊いたん。私も夫も。どっち食べた？ナス食べた。今。じゃあ私もナス食べようかな。すごいなんか味が染みてそう。美味しそう。いただきます。うまっ。待って、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいじゃん。声
ごいちっちゃ何そのみたいなやつニシンうまい。これは美味しい。食べてみて。ニシンとナスの炊いたん、今覚えたやつ。美味しい。とても美味しいです。ね。これ美味しい。美味しい。美味しいね。間違いない。じゃがいももホクホクだし、この味付けが美味しい。美味しいね。甘すぎず、濃すぎず、すごくちょうどいい。私すごい好きな味付けこれ。ね、美味しいね。美味しい。おばんざいだね。おばんざい正解ね。美味しい。カンパチどうですか？美味しい。美味しい。締まってますね。締まってます。カンパチ締まってます。本当だ。すごい。すごい身が締まってるじゃん。ありがたい。注文したものが続々と来ております。こちらが地鶏の山椒焼きですね。で、こちらがサワラの西京焼き。山椒焼きと山椒焼き。じゃあ西京焼き。もうね、今のところ頼んでるものが全部美味しいね。すごい。熱い。美味しい。まず鶏肉がすごく柔らかい。で、一緒に唐辛子、ししとうっていうのかな、なんだろう、ついてるんですけど、その香りが移ってるし、山椒もいい意味で効きすぎてなくて美味しいし、タレも美味しい。ちょっと食べてみてください。ね、美味しいね。もうちょっと山椒かかっててもいいけどね。欲を出してきた。本当だ、美味しい。最高味噌がいい感じに入ってる。入ってる。染みてる。漬けだから漬けてるよね。鶏のこちらはですね、鶏の唐揚げの塩コショウ味にしました。シンプルにね、一番美味しいんじゃないかと思って。うわー、いや、とっても美味しかったですね。なんか頼んだやつもう全部美味しかったね。一番やっぱ結構衝撃的だったのはナスとニシンの炊いたん、あれやばかった。一番最初にさ、食べたのかな。で、なんかその初炊いたんだったんだよね。めっちゃ美味しかった。また食べたい。ごめんなさい、すいません。今ね、別のお店の方が誘ってくださったんだよね。どうですかって。でもちょっと私たちは夜の歩きたい街があるので、ちょっと今からホテルに戻る前にそこを歩いて帰りたいと思います。綺麗かなね。ちょっと京都らしい風景っていうんですかね。ちょうど、雨ももう上がってるし、夜の京都らしい景色を見てからホテルに戻りたいと思います。はい、今207番系統のバスで、祇園っていうバス停で降りました。で、この祇園っていうバス停がちょうど八坂神社をちょっと過ぎたところぐらいで、ちょっとですね、ここから夜のライトアップしてるような道をちょっと見ていきたいなって思います。京都ならではのね、明るすぎないいい感じの道をちょっと見ていきたいんですけど、今ね、夜の8時なんですけど、
めちゃくちゃ下歩いてますなんかさっきから3組ぐらい団体の方とすれ違ってるよね、多分みんな夜の街見てるのかな、なんだろう、なんか今夜の八坂神社もすごい綺麗そうだったよね。見たね。そうすごい今もすごい人がまた4組目の団体がすごいね、夜までね、夜までだね。すごいね。ちょっとね、すごいよね。どこ行けばいいの？あ、ここ曲がった。多分ね、昼間に通った道なんですよ、おそらく。なんかこの明かりがさ、多すぎない感じがめちゃくちゃいいんで、ちょっと皆さんにもお届けできればと思います。それでは行ってまいります。夜の京都、一緒に歩きましょうわあ、素敵。昼も良かったけど夜もいいな、まさにここをね走ったよね、昼間いやでもここすごいね、この道すごい。でもねちょっと怖いよね。ちょっと怖いね。うん。あ、すごいね。ここは2年だ。あ、ここ2年坂。へえ。わあ、ここすごい素敵だな。あ、いいですか。わあ、どれにしよう。こちら3種の茶葉からお好きな茶葉を1つ選びいただけます。恐れ入りますがアレルギーなどございません大丈夫だよね。一個ずつ選んでいってどうする？紅茶クッキー。あ、好きそう。大丈夫、チョコレートとかあったよ。本当だ。私天才とビスケットがいいけど多いな。黒豆おかきも美味しそうだけど。どうしよう。あ、芋けんぴ。やばいよね。絶対芋けんぴ。もういいんですか？いただいちゃってこれ。あ、はい。ありがとうございます。芋けんぴにしました。大好きだから。はい。ありがとうございます。うわー、すごい。ねえ。どこ行くの？どうしようか。ああいうテーブルの方が座りやすいかな。ね。わあ。夜はこの場所をラウンジとして開放していただけるっていうことだったんで、ちょっと座って。あ、素敵。この器何？なんか絵が描いてある。なんかやっぱりこれ京都のやつなのかな。素敵だね。はい、しっかりご飯食べてきたのに芋けんぴと紅茶クッキーを選んでおります私これ食べたことない。この芋けんぴはある。何回か買ってる。どうぞ。あ、エールグレーの香りする。本当だ。いただきます。それね、口の中に広がる。あ、美味しい。本当に紅茶の味だ。無印良品の黒豆茶いただきます。大好きで、夏に水出しで作れるやつね。もう毎年買ってるもんね。これ。あ、いい香り。
したいい一日だったね今日ね。いい一日だった、ね。おはようございます。2日目の朝になりました。この日もお天気に恵まれ、部屋からは八坂の塔が見えています。今日は早起きで楽しみにしていた早朝清水ツアーへ参加します。こちらのツアーは宿泊者限定のガイドツアーで5時40分から7時の間で日中では見られない地元目線の清水を体験するツアーです。この清水周辺には大きく8つの坂があります。今私たちが歩いています清水坂、これから少し訪れます三年坂、その他にも山井坂、霊山坂、宝冠寺坂、下河原坂、長楽寺坂、祇園坂があります。こちらを総称して八坂と呼ばれております。早朝の時間に街を歩くことで観光地ではない暮らしの場としての京都を感じられるツアーです。日中は混雑する三寧坂も朝だと人がほとんどいませんでした。この後清水寺を参拝したんですが、境内では地元の方がラジオ体操をしていらっしゃって、参加しますかなどと声をかけていただきました。早朝だからこそ触れることのできた地元の方たちのリアルな日常がなんだかとっても新鮮でした。はい、おはようございます。今ですね、清水寺の朝のツアーに、参加して、で、今夫と合流しました。ここから先はですね、ちょっと撮影が禁止になるので、皆さんに映像はお伝えできないんですけれども、私は今一度朝の清水寺を無印さんのご案内で見てきたんですけれども、今から、2回目行っていきたいと思います今度は夫と見て回っていきたいと思います。それでは綺麗だったね。すごい良かった。はい、朝の清水寺とても良かったですね。私は2周しましたで、御朱印帳を新しくね、ここで買おうと思ってて、今使ってるのがもうなくなっちゃったから、それで御朱印が始まるのが8時だったんで、待って御朱印のところに行ったらものすごい人が並んでてね、ダメでした。もうちょっと断念しました。また別のところで御朱印帳を探しましょう。あなた結構楽しみにしてたんだけどね、残念でした。あ、すごい綺麗、坂からの景色。いいね、綺麗だね。なんかお店とかはさ、まだ開いてないんだけど、この人が少ない感じと静かな感じがすごいいいよね。この清水坂をね降りてくると三年坂っていうのにこうぶつかるんですけど、そこがねすごく綺麗で、さっき全然人がいない時間に見たんだけど、今ちょっと人増えてるのかな、どうなんだろう。この桜の木のところですね。ここ見て、かわいいよね。今日の坂道、
三年坂より高大寺に至るって書いてある。あ、もう全然人増えちゃったな。あ、でもそれでも少ない方かも。素敵だよね、ここ。降りてこっか。降りてく？写真撮る？素敵だなねえ、すごいいいじゃん。とっても素敵な雰囲気です。はい、じゃあこっちにしましょうか。さつまいも、こちらがホテルに泊まられた方宿泊者限定のメニューとなっておりまして、メインになりますのはこちらの京都産小麦を使った食パンのトースト、で上に白あんと麹を混ぜたバター、白あん麹バターになります。今日のポタージュはさつまいもの京都産のさつまいもを使ったポタージュになっています。そうですね。はい。右から、京丹後のみずほファームというところの桜卵を使った、スクランブルエッグと、こちらの真ん中がスモークサーモン、中にアボカドとクリームチーズが入っています。でこちらの一番端っこが京都の鴨ナスと、万願寺唐辛子を使った揚げ浸しで上にチーズが入っています。どうぞお楽しみに。ありがとうございます。はい、ということで今回は夫婦2人で行く京都旅行 Vlog の前編を動画にさせていただきました。無印良品さんから招待いただいた無地ベース京都清水での宿泊体験では、観光名所を巡るだけでなく、この土地に住む方たちの日常や暮らしも垣間見ることができて、貴重な体験をさせていただけたことがありがたく感じました。世界にも様々な文化がありますが、今自分が住むこの日本という国やそれぞれの地域にもまだまだ知らない文化や街並みがあって、それらに触れることで新しく知ること、改めて気づかされることがたくさんあったりします。これからもいろいろな経験、体験を重ねて旅を通して視野を広げていきたいなと改めて感じました。次回は京都旅 Vlog 後編になります。楽しみにしていただけると嬉しいです。長い動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。